こんにちは。ミニマリストになりたい私、もちです。衣替えが捨て活のビッグチャンスということで、今回は私の秋冬服の衣替えと捨て活の様子をお届けします。私のようにもったいなくて服をなかなか減らせないという方にぜひとも試していただきたい一群だけに思いっきり減らす捨て活術もご紹介しますので、この動画がお洋服の捨て活をこれから頑張りたいという方の参考になったら嬉しいです。それではスタートです。衣替えをスタートする前にこれまでの私のクローゼット事情をお話しします。私は一群だけしかない少数精鋭のクローゼットを目指し、超大量にあった服をこれまで約4年捨て活をしてきました。そして現在お出かけ用のお洋服はクローゼットに余裕で収まるほどまで減らすことができました。シーズン中のお洋服はこちらに、そしてシーズンオフのお洋服はこちらにハンガーにかけて収納しています。季節外のニットはこちらのボックスに入れています。長年の試行錯誤の成果、ようやく一群だけの少数精鋭のクローゼット完成に近づいてきた気はしますが、もったいないの気持ちが邪魔して、実はまだもやっとしているお洋服が残っているのが正直な状況です。今回の衣替えでどれだけアップデートできるでしょうか。ということで、秋冬服の捨て活と衣替えをやっていきたいと思います。今回はああだこうだ私のリアルな心の声もお伝えしながら、私が捨て活に実際に葛藤する様子もお見せしたいと思います。ぜひ一緒に捨て活する気分で見てみてください。で、まず最初に私が衣替えのタイミングでやる捨て活が2つあるのでご紹介します。まず季節終わりのこちらのシーズンのお洋服ですね。季節が終わったお洋服についてはダメージが出たり着なかった服、お気に入りじゃない服は手放していきます。なので今回はここに置いている夏の終わりから秋服について見直していきたいと思います。もうシーズン中にもう毎日お洋服を着ながらどの服が手放せるか考えながら過ごしていたので、シーズン終わりにやる捨て活が一番大切だなって私は思ってます。これはいつもの動画でもお届けしている捨て活方法ですね。でもう一つがこれからのシーズンに着るお洋服も捨て活の準備を始めます。で、これは私のように重度のもったいない病を抱える方におすすめの捨て活方法なんですけれども、これから着るお洋服のうちいらない気はするけどまだこのシーズンで着るかもしれなくて迷う服ってあるじゃないですか。そういうものは普段着るお洋服ではなくてクローゼットの端の方に置いといて、服のローテーションから外してそのシーズン着ないで置くようにしています。こうするとシーズン中時間をかけてなくても大丈夫か確かめられるんですよね。いろいろと検討してシーズン終わりには本当に心から納得して手放せるので、もったいない病の方に絶対におすすめしたい捨て活方法です。必要になったらローテーションにいつでも戻せますしね。私もシーズン初めにちょっともやっとするお洋服は避けておくことを始めてから、優柔な私でも本当にお気に入りのものに思い切って捨て活ができるようになりました。今回はこの2つの捨て活をやっていきたいと思います。で、あと衣替えで捨て活する時のポイントがいくつかあります。まずちょっとでも迷うものは試着してみるです。で、この時実際に大きな全身鏡で合わせて着てみていいか悪いか判断するのがポイントです。着てみてもやっとするものは劇場手放して後悔は一度もなかったです。で、あと一番よく着るお気に入り服を着て捨て活をするようにしています。手持ち服と合わせづらい服って結局コーデにもやっとして着ない服になっちゃったりするんですよね。なので私はもう超定番、もう一丁羅のお気に入りを着て実際に合わせてみて、コーディネートがしっくりこなければ手放す対象にしています。今回私が選んだお気に入り服は、まずどんな服にもとりあえず合わせたくなっちゃうこの自由のタックワイドパンツと、あとトップスは最近ハマっているブラウンカラーのタートルネックと合わせたコーデになってます。この一番のよく着るお洋服に合わなければ多分使いこなせない服なので手放すようにしたいと思います。で、3つ目のポイントが悩んでる時点でもう一軍じゃないので手放すようにしたいと思います。で、これはシンさんとの捨て活でハッと気づかされたことなんですけど、私が文房具の捨て活をしていてハサミは全く迷わず残すって決めることができたんですよね。ハサミはめちゃめちゃ高い。いいですね。ほら、わかりました皆さん。これが必要なものの持った時の反動です。一瞬悩まないですよね。悩まない。はい、これが必要なものです。はい。その時
一軍って残すかどうかそもそも悩まないものなんだって、もう悩んでる時点で一軍じゃないんだっていうその感覚に気づくことができました。なので今回はその時の感覚を思い出して、残すと即答できる本当の一軍アイテムだけに厳選できるように捨て活を頑張りたいなと思っています。ということで今回もお伝えした2つの捨て活の方法と3つの捨て活ポイントで、早速まずは秋服の見直しから取り掛かろうと思います。秋服は今かかってるお洋服こちらです。何着あるんだろう。今着てるシャツとパンツも合わせて16着でやりくりしてました。いろいろ秋服も秋を過ごしながらどれにしようか試行錯誤したかったんですが、なんかそもそも秋って来ましたっけ。私的にはもうようやく暑い日が終わって秋服何着ようなんて考え始めたところで気づいたらなんか冬になってました。なので秋服を楽しんだ記憶が全くなくて、そんなに大きな捨て方はできないと思うのですが、もう悲しいほどに短かった秋を振り返りながら秋服を見直ししていきたいと思います。特段秋専用の服っていうのは持ってなくて、基本的にオールシーズン着ている服が秋服になってます。まずアウターからです。秋に着ていたアウターはこの2着です。どちらもねたくさん着たので今回は取っておこうと思います。こっちのテーラードジャケットは冬も重ね着できるので、また冬用の服のところに戻しておこうと思います。でこちらのデニムジャケットはもう冬にはもう着ないお洋服なので、シーズンオフのこっち側にかけておきたいと思います。でね、正直このデニムジャケットちょっとこの秋を経て手放すかすごく悩んでいるお洋服になりました。っていうのもね、なんか秋があまりにも短すぎて着たのがほんと10回もなかったなって思うんですよね。なのでもっと長いシーズン着れるトレンチコートとかそういうコートの方が汎用性があるんじゃないかなと思ってます。であと私ジーパンね実は1本も持ってないんですけど、なんで持ってないかっていうと、このデニムジャケットと合わせられないからっていうのも理由の一つだったんですよね。こんなデニムのジャケットが短い期間しか着れないとなると、大好きなジーンズを我慢してるのがもったいないので、せっかくなら次の春にはデニムジャケットを手放して代わりに長い期間着れるトレンチコートとジーパンを買い足せたらいいななんて考えてます。今回の秋はそれでもお気に入りだったので、とりあえず次の春までは持ち越そうと思います。ということで季節外のところにかけておきます。で続いてが夏の終わりから秋に着てた半袖とかノースリーブのトップスですね。これは3着ありました。一番のお気に入りがこのメッシュのベストですね。まだ今年買ったばっかりなんですけど、ちょっとチュールの部分が毛羽立ちが大きくなってる気もしますが、まだ着れそうということで、これは大のお気に入りなので取っておきます。多分このタートルネックとかに合わせれば結構冬も着れるんじゃないかなと思うので、今シーズンのお洋服の方に戻しておきたいと思います。この定番の半袖の T シャツはすごくたくさん着て次の夏もまた着ると思うので、これは取っておきます。半袖の出番ってしばらくないので、こっちに置いている季節外のお洋服のボックスの方にしまい込んでおこうと思います。でこのブラウンの半袖 T シャツは洗って傷みが出てきたお洋服だったんですよね。で前回の捨て活動画でこの夏が終わったら手放すっていう風に決めていたお洋服だったので、今回手放そうと思います。これはユニクロで2020年に買ったお洋服なので、もう5年着倒した T シャツです。これはユニクロのリサイクル回収に持って行って処分しようと思います。続いて長袖のトップスですね。今着てる白いシャツ合わせて6枚のシャツを持ってます。オールシーズン着れるものなのでちょっと枚数は多めです。でまずこの白シャツは定番のお気に入りなので取っておこうと思ってるんですが、ちょっとグレーっぽくなってきたかな。黒物と一緒に洗濯しちゃってるせいか、ちょっとグレーがかってる気がしなくもなくもないということで、まだ大丈夫そうですけど、来年の夏あたりにはもしかしたら買い替える可能性はあるかもしれないんです。今年の冬はこうやって重ね着したりしていきたいと思います。なので取っておきます。でこのブラウンのシャツも大のお気に入りで、このアイボリーのボトムスともバッチリ合うものなので取っておきたいと思います。
このシャツも下にタートルネックとか重ねれば冬も使えると思うので、これはまたこれからのシーズン着る服としてシーズン服の方にかけておこうと思います。でこちらは長袖の V ネックシャツで、水着ブランドで買ったラッシュガードと兼用のお洋服になってます。大のお気に入りなので取っておくんですが、かなり薄手で冬には着ないお洋服なので、冬服からは外しておこうと思います。私ピラティスに通ってるんですが、寒い時期のピラティスウェアにすごくぴったりだったので、ルームウェアとか置いてる方にしまっておこうと思います。でこのアイボリー色のシアーシャツもすごくお気に入りで、多分冬も下にタートルネックとか重ねて重宝すると思うので、こちらも冬服の方にしまっておこうと思います。シアーシャツって春秋はもちろんなんですけど、夏の冷房対策の羽織物とか、あと冬にも重ね着ができるので、もう大活躍で買ってよかったなって思います。でこれも今年買ったシアージャケットなんですけれども、これも大のお気に入りで、アイボリーのパンツともしっかり合いますので取っておこうと思います。中にニットを重ねれば冬も着れるんじゃないかなと思うので、シアーとはいえ色もブラウンですし、そんなにスケスケっていう感じのものではないので、これも冬のお洋服のところに入れておこうと思います。で GU ですごく昔に買った V ネックのシャツで大活躍してくれてるトップスなんですが、ちょっともう冬になったら薄手の素材で着ないお洋服かなと思うので、こっちのシーズンオフの服のところに入れておきます。で続いてはワンピースですね。これは友人の結婚式の時用に買ったお洋服で、ただせっかくのお洋服も日常着として使いたいので、日常着と兼用できるものを選んで買ったものです。ちょっとレースワンピースでね、すごく可愛いんですよね。で春夏秋の初めの方までは活躍してきたんですけど、ちょっと冬になると素材的には寒々しいので、これは季節外のところにしまっておこうと思います。ちょっと洋服が汚れたり引っ掛けちゃったりするのが嫌なので、裏返しにしてかけておきます。で秋着たボトムスは今履いているものを合わせて4つあります。で大のお気に入りのアイボリー色の GU のタックワイドパンツ、あとこのオリーブ色のユニクロのタックワイドパンツ、これはもうめちゃめちゃお気に入りなので取っておきます。年中着るお洋服なので、これから着るお洋服の方に戻したいと思います。でこのアイボリー色のスカートは大のお気に入りで取っておくんですが、素材的に少し寒々しい感じがあるので、これはシーズンオフの方にしまっておこうと思います。で問題はこのカーキ色の祖母のお下がりのスカートですよね。前回の捨て活動家でも散々迷って結局取っておくことにしたんですけど、やっぱりねこの秋もあんまり着ませんでした。でこれをなんとか着こなそうと試しに着てもしっくりこなくて、違う服に着替えちゃったり、やっぱり迷ってる時点で一軍じゃないなっていうことをね気づきました。なのでね、今回これ手放そうかなと考えています。でもやっとしてるポイントが2つあって、まずウエストがブカブカなんですよね。こんな感じで結構腰履きになっちゃうんですよね。で秋ってこういう短いトップスと合わせることが多かったので、お腹が出ちゃってサイズが合わないなっていうのがちょっとね着づらかったです。色もねちょっと微妙で、この緑色っていう色がほっこりしすぎちゃって森がある感が強くなってしまって、気分と違う色なんですよね。最近好みな色もこういったブラウンとかアイボリーとかチャコールグレー、これがすごく気に入ってて、であとはベージュとか黒とか、あと差し色にブルー、イエロー、レッドとかは入れ込みたいなって考えてるんですけど、この緑がね全然気分と違う色なんですよね。着たいではなくて、いやどう着ようかってこう悩んじゃってる時点で自分服ではないと思うので、これはね手放そうと思います。ということで秋服16着中こちらの2着を今回手放したいと思います。秋のトップス今ご紹介してないんですが、このユニクロのヒートテックのタートルネックインナーも秋服として着てました。今4色持ってるのかな。去年ナチュラルカラーとダークグレーとブラックの3つを買ってすごく良かったので、
冬になるときっと毎日着るだろうなと思って今年ブラウンを買い足しました。履き口もこういうシャツの下にもタートルネック重ねて温度調節して秋服をそんなに増やさずに乗り越えることができました。続いて冬服の衣替えに入っていきたいと思います。で、衣替えって昔はもう心が折れそうになるぐらいもう一日がかりの終わらない大仕事だったんですが、今はもう本当に簡単で、こちら側のハンガーにかけている冬服を今着るお洋服の方に移して、あとはこのボックスにニットを畳んでしまっているので、それをハンガーにかけるだけになってます。なので今はもう衣替えって言っても本当10分ぐらいで終われるようになりました。本当に服を減らして家事にかかる時間っていうのが大きく減ってめちゃめちゃ嬉しいです。で、今日実はもう一つやりたいことがあって、それはハンガーの交換です。今回お洋服をかけているハンガーをついにこのクリーニングでもらえるような無料のハンガーからこちらのいいハンガーに変えたいと思います。私がお洋服の捨て活をするたびにハンガー買えないんですかってよくコメントをいただいてたんですよね。で、昔はもう服の数もすごく多くてハンガーを変えるなんてあまりに大仕事すぎるしお金もかかるので、全然このプラスチックハンガーのままでいいじゃんって思ってたんですけれども、これだけ減ったらハンガーを変えるのも結構現実的になったので、ちょっと変えてみようかなと思いました。ちなみに私生まれてこの方プラスチックハンガーでしか収納したことなくて、ゴミとして処分もしやすくて変える必要なんてないなってずっと思ってたんですけれども、こんなに皆さんがハンガー変えたらいいんじゃないですかって言ってくださるなら、もうきっとなかなか気分も変わるのかなと思って、とりあえず挑戦してみようということで今回ハンガーを20本買ってきました。これでね2000円ちょっとぐらいだったかなと思うので、服が少ないおかげでそんなに高額にならず済みました。購入したのはこちらのハンガーです。コーティングのおかげでお洋服が滑りにくいし、丸型で肩の部分に跡がつきにくかったり、あとここにフックがあるのでこうやってスカートを引っ掛けたり、こうパンツをかけたりもできるっていうことで、これはいいぞと思って購入しました。色も結構いろいろあってすごく迷ったんですが、すっきり見えそうなので王道の白色にしてみました。購入した商品は概要欄にリンクを掲載してますので、気になるという方はぜひ見てみてください。じゃあ今かけてる今シーズンのお洋服からまず掛け替えてみたいと思います。今までのハンガーだとこうやって肩の部分が伸びちゃったりしてたんですけど、カーブのおかげで角が発生しなくてすごくいいですね。いいかもしれない。隣のごちゃごちゃしてるハンガーよりも結構すっきりしてハンガー変えるのいいですね。じゃあアウター類からハンガーを掛け替えながら本当に着たいお洋服か考えて、まだ決めきれないけどもやっとするお洋服は端に避けておこうと思います。アウターはこの4着ですね。まずこちらの B コート、中学生の時から着てる服なんですけど、もう本当に即答できるぐらい大のお気に入りなので、これは取っておこうと思います。グレー色も今の気分とすごくぴったりなんですよね。ただこれウール90アクリル100で正直結構真冬寒かったりするので、もう今まさに秋口から着てるコートになってます。なんで真冬のコートじゃないかなとは感じてますね。このウルトラライトダウンのコンパクトジャケットは寒くなった時に中に重ねたり使えるので、これも取っておこうと思います。続いてこのコートですね。これは祖母に7年前ぐらいに買ってもらったコートなんですけど、いや正直もやっとしてます。毎年手放すか迷ってるお洋服なんですよね。なんで迷ってる時点で気に入らないお洋服なんだなっていうことに気づいてしまいました。残念ながら祖母がくれたっていう愛着だけで持っているお洋服だななんて思います。こう見てもね、やっぱおしゃれじゃないんですよね。なんだろう、丈の短さとコンパクトさがそう見えるのかな。この一軍服に合わなきゃどうしようもないの。ただコートって高額ですぐ代わりのコートとか見つからないので、冬が終わるまでは一時保管っていうことでクローゼットの端の方に置いて、着なくても大丈夫ってことを確認してから手放そうかなと思います。やっぱちょっとね、愛着のあるものとか
試す期間を持って慎重に考えたいですよね。捨て活において合理的にいるかいらないかとかよりも、自分においての納得感ってすごく重要だと思うので、自分を納得させるためにしばらく端に置いてゆっくり考えようと思います。こちらのダウンジャケットも祖母からのお下がりので、本当にねあったかくて真冬大活躍なんですよね。正直これ着てればどこでも寒くないっていうお洋服なんですけど、いやー一番のお気に入りではないのはねちょっと認めざるを得ないですよね。この緑色がね今の気分じゃなくて、できればブラウンとかそういう色のお洋服が欲しいななんて思います。かといって今これすぐに処分してしまうと冬着るものにきっと困ってしまうと思うので、この冬このコートはクローゼットの端に置いといて、できるだけ着ないようにして、その間にいいコートがないか探してみようかなと思います。やっぱりコートってすごく高額なので、そう簡単には買い替えられないじゃないですか。なので手放してから探すのって結構プレッシャーですよね。焦って中途半端なものも買うのも嫌なので、しばらくはこれは保管しておこうと思います。ちょっとこの冬ゆっくり検討したいと思います。続いてボトムスですね。冬用のどれもウールが混ざってるスカートなんですけど、4枚あります。で1個はマスタードカラーのスカートですね。すごくお気に入りなので取っておきます。というかこの4つのスカートは厳選を重ねて選抜されたお洋服なので、これはでも全部取っておいていっぱい着たいと思います。いやにしても4枚ってだいぶ減りましたよね。前10何枚とかもあったんですごい減った。これもすごく可愛いですよね。今好みのグレーのお色と、あとミックスの糸でベージュだったりダークグレーだったりいろんな糸が混ざってて、結構いろんなお洋服に合うのですごく気に入ってます。でこの特徴的なガラガラのね鳥居のスカートも形がねすごく綺麗でお気に入りなので、たくさん着たいなと思います。紺とか赤とか黒とかグレーとかいろんな色が混ざってるので、こんな派手な柄だけどトップス選ばず着れるので結構重宝するスカートです。でこのブラウンのスカートもスリットがねとっても可愛くて気に入ってます。ここに前にスリットがあるんですけど、裏地がついてるので肌見せはしない感じになってる。で後ろもね同じようにスリットがあるけど裏に布がついてて、これもね足が出ないデザインになってて、ブラウンっていうカラーもすごく今の好みですし、もうめちゃめちゃお気に入りとして着てます。じゃあこれからニットを出していきたいと思います。ストールですね。最近ね結構ブルーと茶色みたいな合わせたコーディネートがすごく気に入ってて、これはね一軍として今年も着たいと思います。でニットのトップスは123合計8枚ありますね。今年本当に着たいものか見直ししたいと思います。このグレーのドルマンスリーブのニットかな、これはカシミヤですごくあったかいんですけど、これはすごくお気に入りなのでたくさん着たいと思います。でこれはベージュっていうのかな、グリーンに近いベージュのタートルネックのセーターです。この色はね結構私好みの色なので、この冬もたくさん着たいと思います。ニットの伸びないハンガーへのかけ方があって、まずトップスを縦に半分に折ります。ここの脇の部分ですね、脇の部分を上向きにしてハンガーの頂点を当てて、こうパタンパタンとかける形で収納するとお洋服も伸びづらいですし、ハンガーからずれ落ちないので、ニットのハンガー掛けすごく簡単なのでぜひやってみてください。黒のカシミヤのハイネックのセーターもすごく重宝してるニットなので、これも取っておきます。これも同じように脇のところにかけて、こんな感じでクローゼットにかけておきます。でこの今裏返しなんですけど、アイボリーのタートルネックちょっと薄手なんですけど、これもめちゃめちゃお気に入りなので取っておきます。あとこのグレーのユニクロの細めのリブのタートルネックニットも、これも去年の冬すごくお気に入りで重宝したので、これは取っておきます。このねワイン色のセーターもなんかちょっと結構今年差し色として楽しみたいカラーなので取っておきたいと思います。服減らすと色地味になりがちなので、こういう色物があるとちょっと華やかになって楽しいなって思います。
で問題がこのピンクのセーターですね。覚えてます。これ去年の冬の終わりの衣替えの時にちょっともやついて結局残してしまったお洋服です。ちょっとねやっぱりこのピンクがねあんまり着たい気分じゃないんですよね。好みのカラーじゃないっていうのと、あとちょっと首元のよれがやっぱり気になっちゃうお洋服で、着れるから着るし悪くないお洋服なんですけど、超大好きかっていうとそういうお洋服ではなくて、ずっとモヤモヤしてたんだと思います。やっぱり悩んでる時点で一軍服じゃないので、今回このお洋服はちょっと勇気を持って手放そうかなと思います。自分のね今着たい気分を大切にできたら、少ないお洋服でももっと楽しくいられるんじゃないかなと思うので、そんな未来への期待を込めて手放そうと思います。よし頑張った。でこのちょっとケーブル編みっぽいタートルネックも去年もね実はもやつくお洋服で、だからこれ着る日はねあんまりテンションが上がらなかったんです。このリブ編みがちょっとほっこりしちゃって、ちょっとダサかったんですよね。もやっとするなという時点で一軍服ではないので、悪くないお洋服なんですけど、そのちょっとでももやっとする気持ちを尊重して手放そうと思います。なのでニットは6枚になりました。まだ多いかなと思うんですが、ようやくここまで来たっていう感じですね。あと帽子があったので、ウールの帽子ですね。寒さ対策にかぶろうと思います。ということで捨て活が完了しました。どうでしょうか。内訳を見ると、まずアウターが2つ、ボトムスが6つ、ニットも6つ、重ね着に使いそうなのが今着てるの含めて6つ、計20着ですかね。この20着でこの冬は乗り切りたいと思います。あと保留のアウターが2着残ってます。また今年の冬ちょっともやっとするものが感じたら手放したり、お気に入りのものに入れ替えたりして、もっとより良いものにアップデートしようと思います。お洋服はこの4着を手放したいと思います。結構ほっこりとしたカラーのお洋服が多かったかな。多分今クリーンなカラーが気分なんだと思います。こんだけ減ったのにまだ減らせてすごく嬉しいです。ハンガー20本増やしたので、最低20本は減らしたいなと思います。これで10本、これで20本、なんかもうちょっと減らせそうだな。どうだろう。この22本のハンガーは減らしたいと思います。処分します。ハンガーも整って結構すっきりしました。気持ちがいいですね。靴の捨て方も今回やっていこうかなと思います。1個手放そうと思ってるのが、運動用の靴として使ってたんですけど、靴底がボロボロになってしまって劣化した崩れてきちゃって、でこれ考えてみれば私がもう7年以上前に買った靴だったので、もうそりゃ劣化するよなっていうほど時間が経ってしまったスニーカーでした。なのでこれは手放そうと思います。これ実際ね、年に1回か2回しかスポーツする時にしか履かない靴だったので、そんなに出番はなかったんですよね。今スニーカー持ってるのはこの1足だけなんですけど、この靴洗濯機で気軽に丸洗いできるので、運動靴がいるっていう時はこの外履きを洗って持っていけばいいかなと思ってます。なのでこの靴は外履きと中履き兼用にして、運動靴は買い替えはなしにしようと考えてます。もう一個手放そうと考えてるのは、この厚底ブーツで、まず結構劣化が激しくなってきてしまっているっていうのが一つと、あとこの靴履いてる時に駅で2回ぐらい階段から落ちるっていう事故がありまして、膝に大技作ったんですけれども、私には靴底が厚すぎて危ないなと思ったので、この靴はやめることにしました。で新しく素敵なブーツが見つかって、スリムで履きやすそうな靴を見つけられたので、ワンインワンアウトで入れ替えようと思います。ということでこちらの2足の靴を手放して、残り5足で過ごしていこうかなと思います。最後にアクセサリーの捨て活で、実は最近買ったアクセサリーがあって、こ
ちらの自由で買った 2way のチョーカーがめちゃめちゃ良くて、反対側にひっくり返すとこんな感じに V の形にできるので、いろんなファッションに合わせやすくてすごく重宝してます。めちゃめちゃお気に入りです。増やしたので気に入らないのを減らしたいなと思うんですが、この銀色のロングネックレスはこれが 2way でロングネックレスになってくれてますし、ちょっとあまりに長すぎて買ったはいいものの全然使えてなかったアクセサリーなので、これは処分しようと思います。なので1個手間なしです。相変わらずこの箱に収まるだけのアクセサリーを持つようにしてます。ということで衣替えと捨て活の終了です。今回はこれだけのお洋服、靴、アクセサリー、そしてハンガーを処分することができました。クローゼットは今までで一番スッキリ、そしてお気に入りばかりになり、ますます毎日の服選びの時間を楽しめるようになりました。もっともっと満足度の高い少数精鋭のクローゼットにするため、まだまだ試行錯誤していきたいと思いますので、これからもどうぞお楽しみに。この動画が参考になったよという方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。そして最近インスタグラムをたくさん更新していますので、ぜひぜひフォローをお願いします。それではご視聴ありがとうございました。撮影と編集に追われて我が家がかなり散らかってしまいましたので、今から本気で片付けていきます。ミニマリストになったといえど、ズボラでめんどくさがりな性格は変わらないので、忙しいとすぐ散らかっちゃうんですよね。とはいえ物が多かった頃は毎週末丸1日かけて荒れ果てた家のリセットをしていたのですが、物が減った今は散らかるのも本当にたまにだけですし、ほんの数十分でお部屋のリセットが完了できちゃいます。ということでプチお部屋のお片付け完了。すっきりしました。物を減らして本当に良かったなと思う瞬間です。